何かを決めかねてどうしたらいいか迷うときありますよね。そんなときはどうしても頭の中でごちゃごちゃと考え込んでしまいがちです。大したことないはずなのにずっとそのことが頭から離れなくなったり。例えば、この週末出かけるかどうか。出かけるとしたらどこがいいかな。でも疲れるかな。なんて考えているうちに、楽しいはずの週末の予定がなんだかストレスに変わってしまうことすらあります。今回はそんな何かに決めかねて迷うときに効果を発揮するおすすめの方法2つをネドジュンさんの理論からご紹介します。これらを活用するだけで頭を悩ませることなく、あなたにとってのベストな答えが簡単に得られるようになり、人生が本当に楽になります。そしてこの方法が身につくと自動思考も減ってきます。どうぞゆったりとリラックスして、意識を胸の中心に向けながらお聞きください。一つ目の方法は、悩み事をお腹に投げ込むという方法です。例えば先ほどの週末に出かけるかどうかという迷い。週末の予定にまつわる情報や気分、先週も出かけたよといった記憶が周辺にあることは気づいていますが、それはそのままにします。様々な迷う思考が出てくる前に、心の中でこう宣言します。直感にお任せすることにしました。私にはわかりません。答えは出しません。空白のままにします。このように宣言し、頭の中のもやもやとした迷いを両手でつかみ、お腹に投げ込むイメージをします。この空白のままというところにコツが必要です。なぜなら私たちの左脳は、とにかく隙間を埋めたがる性質があるからです。空白なんて許さない、今すぐ検討しなくちゃと、すぐにまた思考をスタートさせようとします。そこで先ほどの宣言があるんです。思考で躍起になって決断しようとするのをやめます。私にはわかりませんと言い切ることで、思考で答えを見つけようとするのをやめます。そうして空白を意識したまま過ごしていると、不思議なことにふとした瞬間、その空白へするりと結論が落ちてきます。今回は行かないことにしよう。それでいいや。それは頭でひねり出した答えではなく、まさにお腹から上がってきた腑に落ちる結論です。そこには理由のない静かな納得感が伴っています。結論が出たらもうそのことについては考えません。理由はいらないのです。無意識があなたの代わりに考えてくれたベストな答えです。お腹からの答えを体験すると、自分の中の無意識たちが助けてくれることを理解します。そうすると、無意識レベルで抱え込んでいたことが、すべて一人で抱え込まなくてもいいということに気づき、その思い込みを手放し始めます。これは大量の思考の間にほんのちょっと隙間ができた状態です。その隙間で自分がくつろげるようになると、自動思考は私がやってたわけではないということに気づけます。悩み事が悩みと感じなくなります。つまり、何がどうというわけではないけれど、満ち足りた感じにたどり着くことができます。日常の中でこれを何度も繰り返していくうちに、自分の中の直感への信頼がどんどん育っていきます。ポイントは、空白を空白のまま維持して、
考で結論を出さないことです。もう一つの方法は未来ピンというものです。未来ピンとは、その未来にたどり着くぞと決めたところにイメージ上のピンを打つ方法です。未来といっても先々の希望ではなく、その日に実現したいような簡単に叶いそうなことにピンを立てていきます。先ほどの週末どうしようという迷いを例にしてみましょう。コツは終わった後の嬉しい気持ちを感じているあなた自身をイメージすること。今回の例なら、週末を終えて最高にいい気分でリラックスしている自分を想像し、そこを目標地点として未来ピンを打ちます。ピンを立てるときは、あなたの無意識、ネドジュンさんの言葉で言う本体さんに伝わるように、胸の真ん中に大きくピンのマークを描くのがおすすめです。ピンを立てたら、そのことは無理に覚えておく必要はありません。忘れてしまったとしても、あなたの中の無意識は覚えてくれています。脳のラス機能が起動しています。やがて現実がその通りになったら、心の中で、ありがとう無意識さんとお礼を伝えてください。すると無意識は、あ、ピンを立てた通りに動くと喜んでくれるんだと学習し、次から未来ピンが実現する確率がどんどん上がっていきます。これを続けていくと、願う、叶う、願う、叶うというサイクルができてきます。願うと叶うんだという信頼が育ってきて、思考しないことへの不安が消えていきます。この未来ピンは多くのチャンネルリスナー様から効果があったというコメントをいただいてますし、私自身もとても頼りにしている方法です。ネドジュンさんも毎日たくさんのピンを立てているそうです。もし不安なことや先が読めなくて迷うことがあれば、全部が丸く収まってうまくいった未来にピンを立ててみてください。特別な努力をしなくても自動的に現実はその通りに流れていきます。万が一叶わないことがあっても大丈夫です。今は別のルートの方がいいんだなと無意識からのサインとして受け止めればいいだけです。いかがでしょうか？お腹に投げ込む方法と未来ピン。どちらでもご自身が心地いいな、やりやすいなと感じる方から試してみてください。何かに迷ったとき、これらを活用すると悩むことがなく、するりと解決していきます。思考で解決しなくていいんだ、直感にお任せすればいいんだということが体感として感じられるようになってきます。それでは最後に、今できる簡単な実践ワークを一緒にやってみましょう。例えば今、仕事で何か気がかりなことがあるとします。まずは一度、はぁと息を吐き出し、体の力を緩めます。どうしたらいいんだろうという思考がいくつもいくつも湧いているかもしれません。心の中でこう宣言します。直感にお任せすることにしました。私にはわかりません。答えは出しません。空白のままにします。
そして頭の中のもやもやとした迷いを両手でつかみ、ぐっとお腹の奥へと投げ込むイメージをします。この後はもうどうすればいいのかを考えないようにします。考えないことが一番のコツです。次に未来ピンを行ってみます。今から気がかりな仕事がすべてうまくいってほっとしているあなたをイメージしてみてください。その無事に終わってよかったと感じているご自分を思いながら、上半身に大きなピンをイメージで描きます。これで未来ピンが立ちました。もうこのことは忘れてしまって大丈夫です。いかがでしたか？お腹に投げ込む未来ピン。これらを活用すると、ぐるぐる悩む思考が減っていきます。そして思考しない方が、様々なことがうまくいくことが感覚的に分かってくるようになります。ぜひ、あなたの日常に取り入れてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。